平常心という前後があります。平常心というのはもう日常的に私たちも意識せずにね、普段前後っていうことはあんまり気にせずに使っている言葉だと思います。もう一般の言葉になっている言葉だと思いますけど、よくスポーツをやっている方とか、企業の研修なんかでなかなかね平常心になれないんですっていうことをおっしゃる方があります。プロスポーツとか実業団の方とかね、なかなか平常心を保てないんです。どうしたらいいですかっていう、そのようなご質問をいただきます。で、まず基本的に人間の心の性質というのは、心コロコロと言われるぐらい本当にコロコロと移り変わっていきます。今怒ってたと思ってたらすぐ喜ぶ。今喜んでたと思ったらすぐ悲しむ。もう怒りも喜びも入れ替わり立ち替わり、自分の心に訪れてくるわけですね。そして恐怖も不安も妬みも嫉妬も入れ替わり立ち替わり、私たちの心の中に訪れてくるんです。で、それを何とかしたい。そしてその入れ替わり立ち替わりやってくる自分の心の感情に振り回されないようにしたい。些細なことに振り回されないようにしたい。だから平常心を保ちたい。そのように願っている人は多いんではないでしょうか。さて、そのためには自分の心が振り乱されない、振り回されない平常心を保つためには、実は難しいことではなくて簡単な方法があります。どうすればいいか。それは心の移り変わりをそのまま意識して見つめること。これだけです。例えば腹が立ったら、腹が立ったということを自分で意識的に見つめるんです。腹を立てないように、いや平常心ではなくて、腹を立てないようにするんではなくて、腹が立っているということを自分で客観的に見つめるという。緊張したら緊張しないように、ここで緊張したらダメだって思うんではなくて、緊張してるなということを見つめること。悲しい時にはこの悲しさを何とかしたいと思うんではなくて、私は悲しんでるんだってそれを見つめること。実はそうしていくと、この悲しんでいる自分をもう一人の自分が客観的に冷静に見つめていくという状態ができるので、あたかも他人の怒りを、あたかも他人の悲しみを、あたかも他人の緊張、あたかも他人の動揺を見ているように、冷静に共感しながらそれに付き合っていくことができるという状態が生まれます。ものすごい悲しんでいる人に会った時に、あなた自身も悲しくなるってことはあんまりないですよね。ものすごく喜んでいる人を見た時に、あなた自身も一緒にすごく嬉しくなっちゃうってことは、身近な人だったらありますけど、全くの他人だったらあんまりないですよね。私たちが冷静にテレビのニュースを見ていられるのもそういうことです。ってこんな辛いことが起きたんだと思いながらも、どこかで冷静に見ている自分がいる。で、問題は自分の怒りに、自分の悲しみに、自分の欲に一緒に盲目的に乗っかって引きずられてしまうこと。これが一番よろしくないことです。自分が怒った時、自分が悲しんでいる時、自分が欲情している時、その欲情に引きずられて一緒になって欲情してしまう。で、これはもう際限がなくなってしまうんです。ですから平常心というのは決して微動だにしない心を養うということではなくて、コロコロと揺れ動いてしまう自分の心を客観的に見つめる余裕を持つこと。これが実は平常心です。怒った時には、俺は怒ってるんだ。悲しい時には、私は悲しんでるんだ。緊張してる時には、私は緊張してる。こんなにも緊張してる。こんなに緊張してる。なんか唇がカラカラに乾いてしまってきた。ということを冷静に、あたかも他人の緊張を眺めるごとく眺めていくと、面白いことが起きます。自分の緊張がそこで和らいでくるんですね。あたかも人事のように移り変わる自分の心を見つめていく。
これができることが平常心を保つことの秘訣です。どうぞコロコロと移り変わる自分の心を、そのありのままの心の姿を、ありのままの人生をありのままに見つめてみてください。きっと生きることが楽になると思います。多言語化プロジェクトに協力をしてくださった、なんとか支援したいって思ってくださったその全ての方々に心より御礼申し上げたいと思います。引き続きまたよろしくお願いいたします。